フィッシュアイって言ってるのは要するにこれと同じで、こっちの立体視なのかなって思います。なるほど。こう意識してるものとか何かあるんですか？まあ意識してるのは結構な企業秘密ですよこれ。まあね、まあ他にも皆さんこんにちは。こんにちは。ですね、今日はいつも皆さんお目当ての、白石夏樹さんが、バカンスに行っておりますので今日は、おっさんだけでお送りしますが、おっさんでもチャンネル登録が増えるというところを見せたいので皆さん協力お願いします。お願いします。あとですね、最近某テレビ局の退職した、長持徹さん、あなたです。考えなしにニューヨークに飛んで頑張ってらっしゃいますんで、また帰国されたらですね、コラボ予定ですのでよろしくお願いします。またコメントお待ちしております。今日はせっかくなんで実写、完全にその世界、その辺の未来も見ながら、今日目の前に機材もいくつか並んでますんでご紹介したいと思うんですが、うちのメンバーの、撮影のプロフェッショナルのリーダーの紹介します。上野さんです。どうも白石夏樹同級生の上野です。同級生ちょっとバカンスに行ってるんで喋りたいと思います。白石夏樹ファンの皆さんすいません。で、上野さんこんにちは。どうも。こんにちは。ここにいろいろ VR 撮影で使うカメラが並んでますが、はい、これ前回白石さんと一緒にちょっと紹介したやつですね。3ウルトラ神田さんから、はい、これ結構だからあれですよね、気軽になんかこう気軽に棒とかにつけて、でなんか多分見慣れないものとしてはこれとあとこの辺ですかね。重い、すごい重いカメラなんですけどね。なんか強そうなんですけど、名前は何でしたっけ？タイタンです。強そうだな。重いねこれ。すごく綺麗に撮れるんで山とか持ってって撮影するんですけど、持ってくまでが地獄ですね。いや本当ね。いやこれがタイタンで、こっちがちょっと変わってる2つ目がありますけど、これはキャノンの R5C っていう 8K が撮れる。ついてるレンズがまた特殊。そうです。これも今まだほぼキャノンさんしか出てない、デュアルフィッシュアイっていう、フィッシュアイが2個ついてる VR 専用のレンズですね。フィッシュアイって言ってるのは要するにこれと同じで広角に180度、ぴったり180度、ちょっといってますね。これをカメラで撮る時のコツが聞いて面白かったんですけど、ここって映るの？これ見てもらえると分かるんですけど、このダブルフィッシュアイのカメラで撮影する時って普通のカメラだと三脚立ててやるんだけど、三脚が映り込むからああいう風にやるんですよね。そうです。スライダーで伸ばして三脚が映らないより前にカメラを出す、っていうのがちょっと特徴なので、結構このカメラで撮影する時って結構こういうスタイル多いですよね。こう張り出す飛び込み台みたいな。もう基本この形ですね、撮影。こういう360度系のカメラとこういう180度系のカメラの違いとか、その使い分けってどういう時があるんですか？今僕がよく撮影で気をつけてるというか、一番気にしてどうカメラ選ぶかは、空間を撮りたいのか、人を撮りたいのかでどっち使うか選んでるって感じですね。なるほど。360度だとそこの場所にいる空間全て撮れるのでいいのかなって、人を撮りたいんだったらこっちの立体視なのかなって思います。なるほど。例えばどういう時？こっちはアイドルのライブの撮影だったり、あとミュージカル、お芝居、ドラマとか、それも人のお芝居を見せたい時はやっぱりこっちの立体視の方がいいのかなとは思います。舞台とかステージがあると、その後ろは別にさほどね、お客さんいる方まではあんまり見せてもしょうがないし、どちらかというと見せたい被写体をよりリアルに見せる、という時ですかね。という時にこっちを使うことが多いですね。こういうやつを使う時は空間でどっかの美術館を撮りたい、山の風景を撮りたいとかっていう時の360度自分でも見渡したいなと思うような場所は360度です。ただ一個人も撮りたいけどライブとかだと後ろの観客が盛り上がってる時とかはやっぱり360度1個置いてあげたいなとかっていうのは思ったりとかして組み合わせてますね。なるほどなるほど。山野さん、なんかこういういろいろ実際のね、ステージとか景色とかいろんな場所で撮影しますけど、なんか実際にそれを撮っ
ったのを見る人は上野さんが見てる景色を今度はその VR ゴーグルでもう一回体験するみたいな感じになると思うんですけど、なんかこう気をつけていることとか意識していることとか何かあるんですか？まあ意識してるのは結構高さ意識してますね、見てる人の。撮影する時のね。撮影する時の VR の多分フィッシュアイのレンズからなのか、同じ目の位置に高さに合わせても実際より高く見えるんですね。10センチぐらい。なんでなんだろう。広角だから。広角だからなのか、なんか少し目線が下にあるように感じるんで。だから実際にもし上野さんがある景色いて僕がここにいるからここと同じ目線にやっても僕がそれをゴーグルでかけてみるともうちょい下にいるように感じる。上に自分が飛んでるように感じるんですね。でそれが身長よりも高い位置で見ちゃってる風になる。そうです。そうすると自分の目線と違うから怖いっていう人が多くなる。VR ヘッドマウントかぶると。なんで見る人を想像してその人たちに合わせる身長で撮ってあげるっていうことを今常に考えてますね。ちょっと結構な企業秘密ですよこれ。まあね、他にも20個ぐらい企業秘密があるうちの1個だけを今日は紹介してますけど本当はあと19ぐらいやばいすごいノウハウがあって、このぐらい教えてもいいやみたいなね。よくこの間あるアイドルグループの上野さんも一緒に見に行ったやつですね。VR のでね、あれやっぱり実際の出てたアイドルがもっと身長高いのにちょっと背低く見えましたよね。はい、あれもだから実際よりも自分が上の方にいるというかやっぱそういう効果と何か関係してるんでしょうかね。そうですね。上にいるっていうのとあとは多分フィッシュアイの特性だと思うんですね。真ん中のものが集中的に実際の映像になって、上下になるほどちょっと足が歪んでいく、短くなっていく。顔を中心に撮った場合足とかがちょっと短くなっちゃうっていうちょっとデメリットはこのフィッシュアイにはあるのがちょっと影響してるのかな。なるほどね。なんかそんなの今時だから AI で補正してほしいぐらいですけど、なるほど、そういう特性があると。あと多分この間の見たやつの VR でいうと、多分見る人が女性がメインのファンのターゲットになると思うんで、多分基本的な喋る位置とかは結構低めに平均的な女性の身長に合わせてちょっと低めにしてある。そうです。絶対この人たちより目線が合うってことはないんで多分下げて撮ってましたね。でしたね。そうかそうか。だからそういう目線も調整してる。調整してあげて多分見てる女性たちがあんまり怖くないようにはしてるんだろうなっていうのとかは意識してんのかなって思いましたね。上野さん今までいろいろ撮ってきててなんか現場で見たものがうまく伝えられたなみたいなやつのなんか一番なんか自分で良かったなとかそういうなんかあるんですか？